こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は男女関係のね、ことをちょっと、お話ししたいと思っています。たまにね、そういうご質問来るから、こう男女関係をうまくいかせるにはみたいな、恋愛とか結婚とかさ、うまくいかせるにはどうすればいいかっていうのを、スピリチュアル的に言うというか宇宙的に言うとって感じなのかな。はい、それをなんかお話ししたいと思います。で、まずね、男女関係、うまくいかない感じの人とか見てると執着が多いかなっていう感じですよ。どうしてもそれをしたいみたいな。執着ってさ、しちゃうんですよ。本当にしちゃうの分かるんだけど、逆効果なんですよね。本当に。なんかお金も同じなんですよ。お金が欲しい欲しい欲しいって思ってると、要はずっと思い続けてると、あのなんていうのかな、動かない、ハイヤーが動きづらくなっちゃうから、現実として動きづらくなるっていうことなんですね。全部ご自身がさ思ってることってやっぱ全部叶うようにできてるんですよ。いいようにうまく回るようにできてるから、宇宙がそうだからね、やっぱ全部叶うんですけど、その叶い方がそのプロセスっていうのがどうやって例えば彼氏ができてっていうのはさ、こうやってこうやってこうやって彼氏ができてって自分がもう意図しちゃうと、要はもうハイヤーが動きづらいから、なかなかなんていうのかな、現実として、彼ができなかったりなんですかね、結婚とかに至らないっていうのが多分あるんじゃないかなと思うんですね。だからどっちでもいいやみたいな感じになるといいと思うんですよ。だから最終的な部分だから結婚してこうなりたいっていうところのオーダーは出すんだけど、その後にもうほんとリラックスして、いい感じになってくんだろうなみたいな感じで思ってるといいんじゃないかなと思うんですよ。どうしてもこの人とどうしてもそうなっていきたいとかさ、この人と絶対結婚したいとかっていうのはもう本当にいいようで執着になっちゃうんですね。だから例えば好きな人とかさ、その彼とかが、その人っていう感じで意図するっていうよりも、こういう感じの人とこうなっていきたいみたいになってると、その人とそうなるかもしれないし、違う人とそうなるかもしれないしっていう感じで叶いやすくなるんじゃないかなっていう感じですね。意図して、だから最終的な願望みたいな、こういう風になっていきたいっていうのを出すんだけど、その後はもうこうどういう風に叶っていくかっていうのはもう手放しちゃう。で答え合わせを、ね、しないっていうのが結構こういうスピリチュアルなことには大事だと思うんですね。スピリチュアルなことっていうか、男女関係のことで本当叶えたいんだったら、なんだろう、オーダー出したのに来ないな来ないなとかさ、恋愛、じゃあこれが恋愛うまくいかせるために先に願望を出して、こういう風になっていきたいみたいなの出して、その後にあれ1年経ってるのに叶ってないなとかさ、半年経ってるのに叶ってないなっていう、そこをね自分がさ、やっぱり私できないんだとかそうやるんですけど、本当にねオーダー出しとくといい具合になるから、そう手放すと本当に回るっていう感じですね。そのなんか自分がこうしたいっていうものはやっぱ叶うっていうのが、宇宙の法則というか叶っていきます。絶対それはどういう形で叶っていくかっていう、あとはそのいつ叶うかっていうのはもうね、これがハイヤーのペースだから分かんないんですよね。だからオーダー出しといていいようになるんだろうな、絶対そうなるからいいようになっていくから、いつ叶うかっていうことをまた考えると執着になっちゃうっていう話だね。そう、これはだからお金の話に関しても同じ感じなんですよ。オーダーこれぐらいになりたいってオーダー出しといて、あとはもう自分の波動を整えてればいい感じに回ってくるってことなんですよね。最終的な部分は出しとかないと、要はそのずっと波動を整えててももちろんいいんですね。だから波動を整えてるとハイヤーは自由に動けるんだけど、オーダーを出してないから現実としてはそんなに変わらないんですよ。穏やかな日々が終わるみたいな、穏やかな日々、あと現実としてうまく回るっていうのもあるんだけど、自分が何か叶えたい、こうしたいっていうものは先にオーダー出すっていうのが前提なんですよね。でオーダーの出し方としては、例えば、彼氏が欲しいだとすると、
彼氏ができてどうなりたいかなっていうところが、じゃあ彼氏ができてその彼と一緒に、遊園地に行ったらどんな気持ちかって気持ち出すんですね。あー楽しいなー、なんか遊園地行ってすごいこう絶叫マシン乗ってキャーみたいななっていいなーとかさ、なんか一緒にご飯食べに行って、すごく楽しい時間を過ごせて楽しい、いいなー、こうなりたいなーみたいな、その気持ちを想像して感じればハイヤーにオーダー行くから、そういう感じの人ができるみたいな感じだね。これはだからそうだな。あとは結婚だとすると、結婚した後にどうなりたいかだな。結婚してまあ特定の人がいるとしたらその人とこうなっていきたい。でも特定な人っていうのはさ、結構この執着、その人がさ、例えばどうしてもその人じゃないとダメってやってると、本当それが執着になっちゃうから、なんかこんな感じの人みたいな、優しい人だったら優しくて包容力があって、なんていうのかな、自分のことを大事にしてくれる人と一緒にいて、楽しくしてる自分をこうなんだろう、こうなったらどうしたいかなっていうのをイメージするわけだから、なんか私すごい幸せだな、ほっとするなみたいな、こういう風になるなみたいな感じで、こうその気持ちを出すと、要はハイヤーが叶えてくれるから、叶えてくれるのはどういう風に叶えていくかっていうのは、だから本当になんだろう、いきなりこう出会うかもしれないし、誰か紹介したいっていう人が来るのかもしれないし、あとはなんだろうな、なんかいろんな形でいろんな、もう本当後ろから来たりするからびっくりしちゃうんですよね。その叶え方がすごく斬新なんですよ、ハイヤーっていうのは。そうだから自分が波動を整えてれば、要はもう自然に叶っていく。その叶え方は分かんない、その時のハイヤーの一番ベストなところで叶えてくるから、それを叶えて、なんていうの、来たものに対して乗るっていう感じでやっていけばいいんじゃないかなと思うんですね。そうあとは、結婚に関してはそんな、子供のこととかもそうかな、だからなんで、例えば子供ができない人とかでも、なんで子供ができないかなっていうところにフォーカスするのもいいんだけど、できたらどんな気持ちかなっていうところをやっていくと、多分こうできやすくなるんじゃないかなって思いますね。叶えたいものがあるんだったらそういう感じでやるといいと思います。あとはなんか不倫とかかな、男女関係のことだとすると、なんか不倫とかってどう思いますかみたいな感じで言われたことあったかな。自由な、もう本当にこの時代っていうのは自由な時代ですから、なんか自由な恋愛っていうのはもちろんいいと思うんですね。なんか別に何も思わないというか、ただなんかこうさ、特会引っかえな人っていうのかな、この人もいい、あの人もいいで次みたいな感じでさ、外に結局意識が向いてると、要は違う人ってやって、だから自分の内側が満たされてないと結構外に意識が向きがちだから、外の方に恋愛を求めがちなのかな、そういう相手を求めがちなのかなと思うんですね。そうだから自分が満たされてて、それでもやっぱり相手を求めるようだったらそれでいいと思うんだけど、なんかそんなに外に求めるのがよく分かんないんだよな。なんか自分満たされてると、要はもうその周りのいる人たちはさ、自分の結局投影みたいなもん、投影なんか自分の気持ちを映し出してる人たちになるわけだから、みんなが満たされていて何かを求めるっていうことが減ってくるのかなっていう気もしますね。楽しいことをさ、みんなで共有するっていうのはすごくいいことだと思うんですけど、同じことを繰り返すような感じだとすると、もしかしたら自分自身が満たされてないっていう人もいるかもしれないから、恋愛うまくいかせたいんだったらね、自分自身をまず満たすこと、こっちが先かな、やっぱりこっちを満たした状態で、でもう一回、求めたいんだったらそういう求めればいいと思いますけれども、自分が満たすのが先っていう感じですね。恋愛、男と女って、男も女も超えちゃってんだよな、私とかの意識だと。もうどっちも好きですよ。どっちも好きっていうのも変ですけど、なんか人間性ですね。この人にやっぱりエゴが強いか強くないかみたいなところで見るから、どれだけエネルギーがクリアかっていうところで見るか。男も女もない、動物も植物もないというかね、全部やっぱり同じように見ているから、その男
私は女に生まれて男の人の方にずっと意識が向くっていうのはもうちょっと分離感があるのかなと思うから、そうだから楽だよね、求めなくなるから。でみんなで関わってる人と楽しめばいいじゃんみたいな感じ。男女関係のことに関しては、そんなにやっぱ求めない方ですね、私は。自分で満たされてるみたいな感じなんですね。まあいろいろな恋愛の仕方があると思いますが、一つ参考にしていただければいいんじゃないかなと思います。ではまた撮ります。